販売枚数1万着突破。ジェッタ公認オリジナル T シャツウェア3分で注文可能です。やっぱ一番いいのがこう今みたいにさあ出してもらっていいですか。よくあるのはこうやってこうやっぱ上がっちゃうんですよね。もう上がっちゃう。なのでちょっとレシーブがこうやって低くなります。低くなると相手に打たれにくくなると思います。いろんなサーブがあるんですけど、これをこうやって今やったんですけど、皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今日はですね、相手のサーブがわからないときに返すレシーブの方法3つを紹介したいと思います。やはりですね、多くの方がですね、試合中相手のサーブがわからなくて負けてしまうという悲しい悩みを持った方多いと思います。で、今回この相手の短いサーブですね、短めのサーブでいろんな回転が入った時に返せる方法を今回3つやるんですけど、この3つのうちどれか皆さんが1つでも自分のやりやすいのを取り入れてもらうと一番いいのかなと思います。はい。で、1つ目の返し方ですね。1つ目の返し方が脱力して相手の真ん中ですね。真ん中の真ん中、ここになります。相手コートがあるとしたらここですね。真ん中の真ん中、この台の中心のラインのそのさらに真ん中らへんですね。ここを狙うようにレシーブを返球してください。これがいろんなサーブに対してとりあえず返球しやすい返し方になります。まず悪い例、よくある、もうさあ出してもらっていいですか。よくあるのはこうやって力を入れてつっつきしてしまうことですね。これをしてしまうと両サイド狙おうとしたり切ろうと力が入るとやっぱこうミスしてしまいがちで、それを真ん中に脱力してこう、今コートはあっちのフォア側に回転の影響、横回転の影響であっちにバック側に変わりましたけど、脱力して真ん中の方を狙って返すとだからこういう感じですね。そーっと本当に真ん中の真ん中に目が来てそーっとやってもらう。はい。これでやれば少し浮いたりもしますけど、ただレシーブミスは減る感じになります。こういう感じですね。返せるようにはなりやすいです。この時やっぱ力をこう入れちゃうとやっぱ飛んできやすいので、あんまり切る素振りもしなくていいです。そーっとついてもらう感じですね。優しく脱力して狙うと相手の多少のそのなんか分からないサーブであってもなんとかなるっていう感じになります。今度はですね、2つ目のレシーブの返し方になります。1つ目は結構簡単にできるレシーブなので、ですけど、ただ1つ目のやつはちょっとレシーブの質が低いですよね。低い、ちょっと浮いちゃったりとか、つっつき自体に回転がほぼないので、相手のレベルがちょっと高いと打たれたりとかしてしまうことがあります。なのでそういった方はですね、もうちょっとつっつきもしくはいろんなレシーブの、質をちょっと上げるような形で、やるやり方を今からやっていこうと思います。で、ですね、例えば、全般的に言えるんですけど、もう一つまとめてしまいますと、全てのそのつっつき、ストップ、流し、チキータあると思うんですけど、これらを横重視にして返すっていうことをやってください。つまりやっぱレシーブミス多いのが、ちょっと一回下川さんサーブ横系出してもらっていいですか。やっぱ一番多いのがこう今みたいに横上でしたね。今の横上がかかってる、横上がかかってるって感じなんで、ちょっとこうボールの後ろをですね、ボールの後ろをこう正面で素直につついてしまいますと、やっぱ喧嘩してしまうことが多いので飛んできやすいですね。影響を受けやすいです、素直にやると。でそれをですね、ちょっと今ボールの真後ろを掴んでやってたのをちょっとですね、全体的にちょっと少し通常横側を触るようにすると低めに入りやすくなります。もう一度やってみますか。例えばこの強く書いたらちょっとこうする。低くなりました。今正面から掴むのはちょっと横にする。だからちょっとボールの横側を正面じゃなくてちょっと横を触ってつっつくだけで
ちょっとレシーブがこうやって低くなります。低くなると相手に打たれにくくなると思います。で逆でも一緒です。例えばつっつきの今こっちボールの右側を今つついてたんですけど、ボールの左側でもできます。どっちでもいいです。ボールの左、ちょうど巻き込み、わざわざ巻き込みやってくれてるから分かりやすくあれしてますけど、はい、例えば巻き込み、こういう、はい、正面をもう一回やってもらっていいですか。巻き込み、もう一回やってもらってください。こうやるとこうなるんですよ。正面を無理やりやるとも食らうので、ちょっと横、今度は左側の横ですけど、はい、ちょっとボールを横側で触るようにできるだけでレシーブが低くなります。これストップも同じですね。ストップも例えばこうやって同じです。ちょっと正面を掴むという、ちょっと横を掴む。ちょっと横にしながらこうやってやるとピタッとなるんです。でこれも正面掴む、もちろんストップはやっぱ浮きやすいですよね。やろうとしてで正面掴むとこうやっぱ上がっちゃうんですよね。もう上がっちゃう。なのでやっぱこっちちょっと横、逆でもいいです。こっちでもいいです。こっちでもいい、こっちでもいい。回転の方向とかと回転に合わない場合もあるんですけど、ただちょっと横を掴めば基本的には入りやすくはなってくれるかなと思います。はい、こういう感じです。はいはい、ちょっと横に、はい、ちょっとこっち側とかね。あまりにも回転が逆同士でめっちゃ上に飛んでいくときは逆に反対側の横を使うようにすれば収まります。例えばこれ浮くときあるんですよね。逆に今みたいな回転と、こっちこういう回転、浮くなって横掴んでの浮く場合は逆側の横で掴むと大体それは解決することが多いです。なのでそういう認識でやってもらうといいですね。はい、で今ストップでやりました。で今度はじゃあ何行こうかっていうと、例えばチキータとかもできますね。ただ最近の流行りチキータとかもいろんなサーブがあるんですけど、これをこうやって今やったんですけど、横回転を強くして返すと相手の回転の影響を受けにくくしてくれます。これも上級者の人は特におすすめだと思います。チキータをすることで相手の回転を影響を受けにくくしてくれます。ボールの横をしっかり掴んで横重心の方にするということですね。これがよくある大乗ドライブって言って上から行くと、上トップ選手はいけるんですけど、こうやっていくのこれやっぱ結構正面から行くんで本当に早く振らないと、私のスイングではちょっとなかなかできないです。でもボールの横をサイド系で入れる、こういう感じです。横重視、横100なんですかね、スピード0みたいなぐらいの意識ぐらいでいいです。こういうチキータがあれば相手の回転の影響を受けにくくしてくれます。なのでチキータって結構こうやって思うと便利なんですよね。相手のサーブがちょっと違うサーブなんか分かりづらいやってもらっていいですか。なんかこうなんか分かりづらいサーブやられてもちょっとチキータしようって分かります横重視なんとかこういう感じで横を強くすれば下つつきしちゃってこういうチキータですね。横でチキータに関してはより万能かもしれないです。実はチキータは結構ナックルに対してもやりやすいですし、横が順横と逆横あるんですけど、それに対しても同じようにチキータすれば結構入っちゃうので、ある意味もしかしたらこっちのつっつきで角度作ってこう横取ってやるよりも簡単かもしれません。ある意味なのでチキータ1回覚えたら結構そういう意識で相手のサーブが分からない時ほどちょっとチキータでかけてみたっていう感じでやると、しかもチキータはレシーブの質も高いじゃないですか。レシーブの質も高いですし、自分も返せるという感じになるので特におすすめです。あとはですね、流しって返し方になりますね。これも自然と横を取っちゃってるような感じにちょっと近いんですけど、ちょっとサイドスピンをほんの少しちょっとサイドスピンを気持ち入れるように流してもらうんですけど、面を開けて右から左にこう引っ張る。これねよくね中国卓球のモーさんとかも言ってますけど、やっぱこれ流すとやっぱ上と下分かんなくても結構低く変えるよっていうのを言ってますけど、これまさに本当そうだなと感じます。だから右から左に優しく、これもちょっと横が入ってるんですね。横をちょっと捉えることでこう影響を受けにくくしてくれます。はい、ということで、今みたいにこういくつかいろんなレシーブあったんですけど、つっつき、ストップ、チキータ、流しがありました。だから全部その技術にボールの正面をちょっと横をつかむっていう返し方をすると短めのサーブに対して低めに返しやすくなります。なのでもう皆さんの中で何か一つでもいいです。つっつきだけでもいい、流すだけでもいい、チキータだけでもいい、ちょっと横が捉えられるように
練習してみてください。何かしらで横がつかめるようなレシーブがあれば、それ主体でやれば結構試合中分かんなくても、例えば流ししかできない方だったら流してもらえばいいし、フォワードのレシーブ苦手、じゃあでもバックが得意って方はじゃあ事前チキータでいいですしね。今みんなチキータが結構主流になってきてますので、チキータで結構なってます。バックはチキータでフォアは流すって感じでやったら結構どこのサーブ来ても、結構大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、ぜひ皆さんこの短いサーブが来た時、回転がわからない時はそのような返し方でやると返しやすくなりますので、やってみてください。最後におまけとして、もしねできる方いたら思いっきり切るっていうのもおすすめではあります。相手のサーブがちょっとわからない時にこう筒が浮いてしまうだったら引きつけて思いっきりバックスピンをグッとこう上書き、相手の回転よりもなんか多くするようなイメージでこうめっちゃ切っちゃう。そうすると相手のサーブの影響を受けにくいです。めっちゃ切れた、ただでもねこれで切る感覚がいります。結構つっつきの切る感覚がだいぶいるので、つっつきが切るのは得意な方じゃないとなかなか。フォアも一緒ですね。フォアも同じです。フォアも引きつけて目開けて思い切りこのチョップ小さくチョップするって感じなんですけど、これ覚えたらこういうのもいいかなと思います。上級者とかにも聞きやすい質の高いつつきに、なります。そういうのもそこら辺で、これできない方は本当にない方は相手と同じ角度でサーブを合わせたらまだちょっと入りやすくなるんで、相手のサーブが例えば横の角度だったらちょっと横っぽい面をこう合わせると、よく角度合わせのレシーブって昔やってたんですけど、こういうふうに角度合わせればこうやってつつき切れなくても返せます。でありがとうございます。巻き込みの角度、相手と同じ角度をしてこう巻き込むんですよ。そうするとそうですね、バックサーブの角度こう相手のバックサーブの角度と合わせる。こうすればね結構ありがとうございます。結構いろんな角度つつき切れなくても低くは返せるので、こういう感覚も混ぜてもらうといいのかなと思います。以上結構今日言ったんですけど、どれが一番活用できるかっていうのは多分皆さんのレベルで多分違うと思うので、ぜひですね今回大きく3つ紹介したので、こっちとフォアのこの感覚それぞれやってみてください。ありがとうございました。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。